今日はサンプルとマッシュアップ両方を使って音素材から曲を生成してみるよ。サンプルの動画で音素材で曲を作るならマッシュアップの方がいいかもと言ったけど、その動画の続きと思ってくれていいよ。実際にどちらがいいのか比較してみるね。ちなみにマッシュアップは同じ曲2曲でもエラーが出ないように改良されたよ。操作の面倒さが解消されたので純粋に機能面だけを比較できるね。今回は10秒程度の音データを用意してサンプル、マッシュアップを使ってみるよ。サウンド生成に限らずいろいろな方法で作った素材データを使ってみるね。ちなみになぜ10秒程度かというと、サンプルは短いデータと相性が悪いんだ。サンプルは設定上の加減は1秒未満だけど実際は2秒から3秒でも動作が不安定になる。基本的には5秒以上のデータを使うといい。今回は余裕を持たせて10秒前後にしたよ。短い音素材を使いたい場合はエディットで単純にコピーペーストすればいい。同じ音をコピペで繰り返すだけでも効果が強くなって生成も安定してくれるよ。まずはボーカル素材からやってみようか。今回はビジュアル系で生成した曲をステムでボーカル音だけに分離してエディットで10秒程度の長さにカットする。そのデータを使ってサンプルやマッシュアップ、それでどんな曲ができるか聞いてみよう。イヤホンの向こう側で眠ってた鼓動が目を覚ます。イヤホンの向こう側で眠ってた鼓動、数値だらけの画面捨ててポケットの中、サウンドが鳴り響く胸の奥鍵を、数値だけの画面捨ててポケットの中、だらけの画面捨ててポケットの中手を握る、サウンドが鳴り響く胸の奥鍵をイヤホンの向こう側でおそらくマッシュアップはカバー系の生成でサンプルはアドボーカル系の生成だと思う。サンプルは元データの音をそのまま新しく生成する曲に足す挙動をしている。だから元データの音を保ちやすい反面綺麗に混ざりにくい性質があるね。生成が不安定になりやすく音質も劣化しやすい欠点がある。マッシュアップは元データの音を楽譜に戻して楽譜同士で混ぜた後に生成するって感じだから、元データの音を保ちにくいし全然別の音色になってしまうこともある。一方で生成が安定しやすく音質の劣化も起きない長所があるね。これを踏まえて先ほどの実例の話をしよう。ボーカル素材の使い方は2つある。ボーカル素材をボーカル曲に使うと素材の歌声を真似たボーカルを作れるよ。先ほど説明した通りサンプルの方がより元のボーカルに近い歌声になる。ただサンプルもマッシュアップも歌声のメロディーまで真似てしまうからあまり実用的とは言えないね。素材が同じだと毎回同じメロディーが出る。まあだから歌声を真似る目的ならボイスペルソナを使うのが無難かな。ただあえて同じメロディーを入れたいならサンプルやマッシュアップを使うことになるね。またボーカル素材をインスト曲に使うとインスト曲の一部にボーカルが入る。ただこれはかなり成功率が低いよ。オーディオインフルエンス 100% でも成功しにくい。サンプルの方が比較的成功しやすいけど 100% にすると曲が破綻しやすい。マッシュアップだと 100% にしてもボーカルが入る確率は半分以下だね。だからまあボーカル素材を元にしてサンプルやマッシュアップをやるのはおすすめしない。次は楽器音を素材にしたら
どうなるかを聞いてみようか。数字だらけの画面捨ててポケットの中手を握る。誰のために笑っていた答えだけがずっと逃げてた。サウンドが鳴り響く胸のイヤホンの向こう側で眠ってた鼓動が目を覚ませ。始発前のガラ空きホーム、息だけ白く揺れている。楽器音素材でサンプルマッシュアップをすると元の音色は保てない場合が多いよ。もし音色を保ちたいなら生成時にその楽器のスタイルも入れるといい。今回の例で言うなら J-POP ではなく J-POP バイオリンにするってことね。サンプルは比較的メロディーを保持しやすく、マッシュアップはメロディーが変化しやすい。メロディーが変化しやすいのは欠点ではない。変化する方が好きな人もいると思うよ。楽器音素材はサンプルもマッシュアップもどちらも有効に使えるんじゃないかな。次はドラム素材でやってみようか。今度は素材をあえて変拍子にしてみる。変拍子の動画の時のドラム素材を使うよ。私がミディで作った完全に人力のドラム。先に言うとサンプルは効果がなかった。だからマッシュアップの例だけを紹介するね。ドラム素材を使ってマッシュアップするとそのリズムを保った曲が生成される。これを利用して変拍子などの特殊なリズムを持った曲を生成できるよ。エクステンドでも変拍子曲は生成できるけど体感ではマッシュアップの方が成功率は高そう。ドラム素材のエクステンドはイントロが生成できない致命的な問題があるから変拍子曲を作りたい場合は現在はマッシュアップの使用を推奨するよ。マッシュアップの欠点は元のデータのドラムと同じリズムになってしまうこと。別のリズムに変化することもあるけどその場合は表紙まで変わってしまいやすい。元データの作り方から工夫が必要で変拍子を作るのはまだまだ難しいね。ちなみにサンプルだとほとんど成功しない。変拍子目的ならサンプルは非推奨だよ。最後に効果音素材を使ってサンプルマッシュアップをしてみようか。
効果音素材でサンプルマッシュアップをすると、サンプルは効果音的な使い方をする、マッシュアップは楽器的な使い方をする。これはどちらも魅力的な効果ではあるね。ただ残念なことに効果音素材のサンプルは前回の動画で話した通り成功率が低い。元データの音がきれいに入る確率は 5% もないくらいに難しいよ。マッシュアップはそこそこ成功するんだけど、それでも成功率は半分くらいかな。効果音素材を使って曲を作るのは現状ではちょっと実用的ではないかな。これでサンプルとマッシュアップの比較は終わり。最後に一言で結論を言うとするなら、まあやっぱりマッシュアップ推奨。安定性の差がちょっと大きすぎるね。サンプルは元データの再現性が強い。それが唯一の長所と言っていいから、元データの音やリズムを保つことを最優先に考えるならサンプルの方がいい。それ以外の状況なら常にマッシュアップでいい。正直なところそれくらい性能差があるね。しかもマッシュアップは同じ素材2つではなく別の素材2つを使うこともできるからね。マッシュアップはまだまだいろいろなことができる。それはまた別の動画で話すことにするよ。それじゃまたね。